はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナムの首都ハノイに旅行に行った動画のパート2です。皆さん、ハノイの名物料理知っておりますか？ハノイではブンチャーと呼ばれる焼いた豚肉とライスヌードルを用いた料理が有名です。私は今回アメリカのオバマ元大統領がハノイを訪れた際に食べたブンチャーの名店でランチを食べてまいりました。それ以外にも有名なチョコレートのお店や夜景が綺麗なレストラン、ハノイの観光スポット、歓楽街などにつきましても紹介しております。 4K 映像かつ20原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。ハノイ旅行パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港からハノイノイバイ空港までを日本航空 JAL の飛行機で移動した動画です。こちらの動画をまだご覧いただいてない場合はぜひご覧いただければと思います。私は今回の旅行でハノイの中心部にありますハノイパラダイスセンターホテルに宿泊しておりました。朝起きてこのホテルの朝食を食べました。朝食会場には欧米人がほとんどでしたね。この時日本人は見かけませんでした。今回私が食べたのはこちらです。ベトナムといえばやっぱりフォーですよね。何回食べても美味しかったです。それ以外に果物やベーコンなどもいただきました。本当に美味しかったです。私は朝食を食べてハノイのジムに行ってみました。私が行ったジムはトップジムというジムです。このジムの場所はホテルから2キロくらいの場所にありました。今回宿泊したホテルは細い路地にありましたので広い道まで歩きました。今回も配車アプリのグラブを利用しております。道は良かったので結構スピードを出していましたね。こちらを左に曲がりました。宿泊したホテルから約15分ぐらいでトップジムに到着できました。このジムは午前5時半から午後9時まで営業しているそうです。私のようなビジターでも利用することができました。ビジター料金は1日15万ドン、日本円で約900円でした。ここでロッカーの鍵を借りることができます。1階はトレッドミルや筋トレマシンなどがありました。2階にはベンチプレスやダンベルなどのフリーウェイトエリアもありました。私は筋トレした後、ハノイでレートが良いと呼ばれておりますハングバック通りの両替所に行きました。この辺りがハングバック通りだそうです。この通りには宝石店が多いそうです。私は両替所の場所が分かりませんでしたのでここから歩いて探しました。バイクが両サイドに駐車されていてかつバイクがガンガン走ってきますので歩きにくかったですね。他にもあったと思いますが矢印のお店が両替所でした。左下の写真の場所にあります宝石店が両替してくれます。私は3カ所のお店のレートを確認しましたが黄色の枠のお店が一番レートが良かったです。このお店のレートは2022年11月上旬のレートで1万円で169万ドンでした。ハノイの中心ホアンキエム湖からも近いので行きやすいんじゃないかなと思います。私は両替をした後両替所の近くにありましたスパと記載があったお店でフットマッサージを受けました。店内は狭かったですがフットマッサージをされているお客さんが結構いましたね。このお店のメニューです。マッサージだけでなくネイルケアもできるようです。マニキュアも販売していました。私は料金がチップを入れて39万ドン、日本円で約2340円の60分フットマッサージを受けました。こちらのマッサージ師の妹さんは日本に住んでいらっしゃるそうです。日本人としてなんか親近感が湧きましたね。マッサージも丁寧で
気持ちよかったです。私はマッサージを受けた後、ハノイ駅を見に行きました。この映像はグラブバイクで2人乗りをして、私はドライブ映像を撮影しています。車からだと開放感がある映像を撮影することができませんので、バイクで撮影することができましたので、街並みが綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。しばらく走行しますと、そんなに渋滞もなくハノイ駅に到着することができました。それではハノイ駅の中に入っていこうと思います。奥に電車が止まっていました。本当はホームに入ったらダメみたいだったんですが、電車を撮影させていただきました。こちらには改札口とチケット売り場がありました。ハノイ駅からホーチミン駅までの鉄道の距離が約 1726km、 所要時間が32時間から40時間かかるそうです。運賃は電車の種類によって異なるようですが、約55万ドンから160万ドン、日本円で約3300円から9600円だそうです。細かくて見えにくいかもしれませんが、時刻表も載せておきます。時間があれば一度鉄道でハノイからホーチミンまで行ってみたいですね。ハノイ駅に行った後、ホーチミン廟に行きました。この地図には記載がありませんが、ハノイ駅から約2キロぐらいの場所にあります。はい、ハノイ駅を出発します。右に見える立派な建物は文化宮殿だそうです。この辺りは大使館があるようです。ハノイからグラブバイクでホーチミン廟が見える場所に到着しました。ホーチミン廟にはホーチミン元国家主席の遺体が冷凍保存され安置されています。反対側には国会議事堂がありました。ホーチミン廟を見た後、世界遺産のハノイ城跡を見に行きました。多分歩いても行ける距離だったんですが、グラブバイクを呼んじゃいましたね。あっという間にハノイ城跡に着きました。こちらの建物で入場券を購入しました。ハノイ城跡は2010年8月にユネスコ世界文化遺産に登録されたそうです。私はハノイ城の正門に行こうと歩いていきました。何のダンスですかね。ドレスを着て踊っている女性がおりました。ドア門を登って写真を撮っている方がいたんですが、その方も一人旅でしたので、この後一緒にお昼ご飯を食べに行きました。ハノイ城跡に行った後、アメリカオバマ元大統領が訪れたことがありますお店でランチを食べに行きました。この時グラブカーを利用しましたが、バイクと違ってあまりよく景色が見えませんでしたね。ハノイ城跡から約 3km、 多分10分ぐらいでブンチャーフォーリエンに到着しました。お店の外観はご覧の通りです。私が来店した時間が午後2時過ぎでしたが、満席でした。お店の壁にはアメリカオバマ元大統領の写真が飾られていました。このお店のメニューでは名物料理のブンチャーや揚げ春巻き、そしてさまざまなドリンクのメニューがありました。私は黄色の枠でお示ししましたアメリカオバマ元大統領が注文しましたコンボオバマ12万ドン、日本円で約720円を注文しました。ブンチャーは肉団子が入ったスープで甘じょっぱくて麺をつけて食べると美味しかったです。揚げ春巻きはいろいろな具が入っておりまして、複雑な味でしたがサクッと食感で美味しかったです。そしてハノイビールはライトな味で美味しかったですね。私はブンチャーを食べた後、ベトナム産チョコレートの人気店メゾンマルーハノイに行きました。このお店がある場所は閑静なエリアにありました。お店の中を撮影してみました。後で行きましたが、奥にカフェスペースがありました。さ
まざまな種類のチョコレートを販売していました。お客さんは結構いましたが、日本人と欧米人しかいなかったですね。ベトナム人には人気がないんでしょうかね。私が買ったチョコレートは黄色の枠に記載しているチョコレートです。こちらで10万ドン、日本円で600円ぐらいでした。こちらは Amazon でも購入できますが1480円しておりました。興味ある方は概要欄に Amazon の販売リンクを貼っておきますので、一度ベトナム産カカオのチョコレートを食べてみてほしいと思います。私はチョコレートを買った後、チョコレートバナナシェイク12万ドン、日本円で約720円を注文しました。このお店のカフェリアはおしゃれでしたね。一番上にチョコが乗っていました。味はビターな味わいでした。バナナとチョコ、生クリームの甘さが混ざり合って美味しかったです。私はシェイクを飲んだ後、一度ホテルに帰ってシャワーを浴びて少し休憩しました。その後夕食を食べる場所の近くにありますドンギンギアトゥック広場でベトナムの友達と待ち合わせしました。ホテルから歩いても行けると思いましたが、グラブバイクを利用してしまいました。この辺りはハノイ市内でも一番賑やかなエリアじゃないかなと思いました。暗くて見えませんが、左側に保安キーム湖がありました。ホテルからバイクで5分かからずにヤトゥック広場に到着しました。ハイランズコーヒーなんかが入っているビルなんですが、この広場の象徴的なビルだと思います。2階建てバスが見えましたが、バスで景色を見たら最高でしょうね。ここでベトナムの友達と合流することができました。私はベトナムの友達と合流した後、ドンギンギアトゥック広場からすぐ近くにありますカウゴーレストランに歩いて行きました。このお店はビルの最上階でしたが、下の階までエレベーターで上がって、その後階段を上りました。このお店は予約室のお店とのことでしたので、めちゃくちゃ混んでいましたね。このお店のメニューです。様々なメニューがありましたが、水色の枠でお示ししたベトナムの友達がおすすめする料理と、自分がメニューを見て食べてみたい料理を注文しました。店内はとてもおしゃれな感じでしたね。そしてこのお店からホアンキエム湖が一望できました。夜景がとても綺麗でしたので、デートにぴったりのお店じゃないかなと思いました。私が今回注文した料理を写真で撮りました。左手前の料理がベトナムの鶏唐揚げでしたが、塩味で美味しかったです。生春巻きは何回か食べたことがありましたが、やっぱり苦手でしたね。左奥の料理は豆腐の厚揚げのような料理で日本人に合う味と思いました。そして右奥の料理はバナナの花サラダとのことでしたが、鶏肉とピーナッツなどの味付けが良かったです。このお店でハノイの最高の夜景を見ながら美味しいベトナム料理をおじさん堪能することができました。夕食を食べた後、ハノイで一番にぎわいがあるターヒエン通りに行ってみました。ハノイの中心ドンギンギアトゥック広場からも歩いて5分ぐらいで行けたと思います。この辺りから道路の両サイドに椅子とテーブルが配置されていまして、お客さんがたくさん座って食事をしたりお酒を飲んだりしていました。この通りでは天津甘栗や果物などの屋台もたくさん出ていました。ここには外国人だけでなくベトナム人もたくさんいたんじゃないかなと思いました。携帯で撮影されていた方がいましたが、 YouTube の撮影なんでしょうかね。この交差点がターヒエン通りの一番賑やかな場所だと思います。これで今回の動画は以上になります。引き続きターヒエン通りの映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回
回の動画は修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナムの首都ハノイ市まで日本航空 JAL を利用しハノイ旅行した動画のパート2でした。パート2の動画では滞在したホテルの朝食を食べて、その後ハノイ市内にありますハイスターで利用できるジムやレートの良い両替所マッサージに行きました。そしてハノイ駅やハノイ市内の観光スポットにも行ってまいりました。ハノイのグルメではアメリカオバマ元大統領も来店されたジャーの人気店やベトナム産のチョコレート店、ご飯ゲームコー、できるレストランなど盛りだくさんの内容ではなかったんじゃないかなと思います。今後残りのハノイ旅行の様子並びに海外空港の日本航空 JAL 指定ラウンジなどの映像紹介動画を作成しようと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今度大変通りでベトナム美女と飲んでみたいな。